そうそうそうはいでこれよく持ち上げれるな。今回は、メイコーチに両サイドに出た時のボールの、対処っていうのを解説してもらいます。よろしくお願いします。お願いします。よく試合の時に相手がこう両サイド出すね、ボールがやっぱり若干外側に逃げてるやつですね。まずこれを大事なのはやっぱり足の持ち方ですね。足はそのままで何もしないで手で取ると絶対いいボール出ないから、しっかりをここに構えて、ボール来た瞬間は左足を一歩このカードのに超えて体をこっちに持っていく。体をこっちになんか跨步ですね。横に跨步じゃなくてちょっと前に跨步する。でその時になるべく姿勢を低くしてボールを処理するのは、トップ選手はみんなドライブの方が多いので、だけど初心者はやっぱり最初続きの方がからおすすめだと思います。書いたな。書いた。メイコに手長いです。そう、ここ長いね。手長い。これ届かないな。そうそうそう。そう。体勢悪いですよね。そう、崩れてるんですね。実際はこの履いても自分が思い通りにいかないですよね。コントロール悪いしね。思い通りいかないしね。まず行って、そう、まず丁寧にね。はい、行って、続き、行ってストップ。横回転の。そうそう。で横回転。おお、これは強烈。はい。これは嫌だな。横回転。はい。これやられたらもうそうそう。このサーブ出さないの。そうそう。あとこれまずやってほしいのは、気持ちは焦らないでようにしてくださいね。ここに来るともう急いで取る必要なので、まず落ち着いてバウンド別に頂点より少し落としてもしっかりを追求することが大事にですね。相手の様子を見て自分がストレートするかクロスにするかストーブするか、それとも横回転するか、ちゃんと落ち着いてやるように意識 しましょう。真横とか横上とかっていうのも思い切ってつっついた方がいいですか？横回転と上回転だったら、フリークの方がおすすめですね。もちろん続きも、できるはできるけど面を立てて続き、基本的には高さあればねフリークの方がいいと思います。横上ね。今は横上です。はい、横下。おお、どうしてもできるんじゃないか。横下。その横上時にはフリークしたいなら打球点はやっぱり高いところで行きますね。続きする時には打球点は少し落としていいんだけど、でもフリークは遅い打球点でもうネットに越えないから、なるべくバウンドして高いところ。例えば横下だった時には高いところをフリークするちょっと難しいから、ちょっと打球点を落としてから、回転かけるの方がいいと思います。もしくはつついた方が初心者の方がおすすめですね。お、質高いね。厳しくした。それ以上無理。これかなり短いですよね。完全にサイドから出てますね。ごめん。はい、OKです。いや、これは質高いですね。これちょっとポイントを教えてください。これはまず足をさっきと同じようにね、ボールに近づけて持っていって、で目線を低くして、でそこで手首を一回こう溜めてね、ちょっとチキだと似てる感じするんだけどね。でもボールが曲がってくるからちょっと台の下からコントロールしながらなんかちょっと距離みたいのをドライブする。ガツンのドライブじゃなくて、かけても相手のコートの方を少し短くを入れるの方が意識しています。大きく振ると、ミスがしやすいから、本当手首の先端だけでコントロールします。ここのスペースがあるから前にむしろ出た方がいいんですよね、短いボールの場合は。そうですね。基本的には足を出てもしっかり左の体重を乗せてやるように。そう乗せてやりますね。戻りは全部共通ですよね。戻る時の動きは、はい、ドライブする時に例えばボールが一番頂点にするところでもっと強く
行くなったらもちろんいいんだけど、例えば相手のボールがサーブの質が高いするとどうしても頂点狙い難しいから少し遅れてしまう時には落としてそこで処理でかける感じでの方がいいと思います。どこからでもそこに出せるよ。やりすぎた。ごめん。狙いすぎた。これやっぱドライブはリスクあるってことですよね。ドライブはリスクありますね。で頭突きはサイドにこう曲がっても足が速く出れば本当速い打球でね頭突きはできますね。打球点落としてから頭突きはちょっとフォアの方が難しいですよ。逆に速い方がいい。そうだからフォアの方がやっぱり曲がるするほど遠くなるんですよ。ちょっと遠いところで打球点落として頭突きはすっごくコントロール難しい。サイド出しても真ん中出しても全部同じようにこう足を速く出れば速い打球点で続きが一番おすすめですね。ちゃんと自分が相手が出す時にの構え方をよく見て構えるの位置が調節するんですよ。例えば相手がこう左選手出した時には、やっぱり右と違ってちょっと真ん中ぐらいで出すですね。この構えるんですね。でその時には足を一歩、ちゃんと持てやすいなので、でそこで頑張って早く前に出て速い打球点で続きします。これ横上回転の時はやっぱフリックになりますかね。そうですね。フリックかドライブになるんですね。上回転横上回転なかなか短くじゃなくて結構飛んでくるので、そこで早く出てもフリックもできるし、ちょっとここからもう別の普通のフォアハンドの打ち方でも全然いいと思います。前動画で出してたハーフロング打つ時に似てますかね。似てます、ドライブとフリックの中間ぐらいですね。フォア打ちみたいな感じでしたよね。そうですね、結構バックスイングいっぱい取るとちょっと難しくなるので、逆にフリックすると入ったら多分相手が打たれる可能性があるんですよね。台上のフォアハンドみたいな感じでの方がいいですね。これちなみにその中級者向け上級者向け打ちみたいなやり方ってあるんですか。同じの打ち方だけどスイングを早くインパクトも強くもっと威力を出す、あといろんなコースを振れるようにするんですね。特に横下回転ですね。初心者だったらつついた方が安全、無難なので、でも中級上級の方はやっぱりここからドライブするんですね。このドライブはバックと同じように弧線を低く、コースはクロスよりちょっとストレートに持っていった方が相手がカウンターしづらいですね。中級者以上だとやっぱ普通にカウンターしてくるから、そのカウンターされづらいボールを意識して狙っていった方がいいってことですね。そうですね。おお、質高。切ってって言われた。おお。これ結構切れてますよ。これよく持ち上げれるな。これみんな続きで結構ミスしてくれる。これはちょっと上級者向けですね。多分ね、今見るとあまりスイングわからないので、実際は僕がここにドライブするのは指でドライブしてるんですよ。自然にやっぱり普通にやると結構クロス行きやすいので、そこで指の力でコントロールしてボールの弧線と回転量を意識してますね。参考にしてください。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。行って続き、行ってストップ、で横回転。横上ね。今は横上です。厳しくした。
おすごいよく、これ結構みんな続けてもミスしてる。おすごいな。また見てね。再见。